はい、皆さんこんばんは。アストロカウンセラーのターラです。いつも動画のご視聴ありがとうございます。今回は10月3日に日食があるんですけれども、その日食に向かって私たちに今何が起きているのか、どんな学びの渦中にいるのかというような大まかな流れを見ていきたいと思います。星の解説とタロットをさせていただきます。お願いします。またね、いつもやっている前半後半の動画も別にありますので、そちらもよかったら参考にしてください。大きな流れを理解した上で、今ここなんだなっていうふうに分かると、より一層毎日を過ごしやすくなりますので、ぜひ参考にしていただけると嬉しいです。で、今回説明したいのがこの10月3日の天秤座で起こる金環日食なんですけれども、日食っていうのは年に2回ぐらい起こるんですね。で、そんなに気にならない方もいらっしゃるかもしれないんですけども、無意識に私たちっていうのはそういった宇宙のエネルギーをすごく感じていて、なんとなくだるいなとか眠いなとか調子が出ないなってなったりするんですが、それだけ外側の世界ではなく、内側でどんな気づきがあるかっていうような魂の成長っていうのかな、精神的な成長を促されている時と思うんですね。それが今ちょうど10月に向かってどういう感じかなっていうのを見たいと思ったんです。で、その説明の前にちょっと皆さんにね、考えていただきたいというか振り返っていただきたいことがあるんですけども、皆さんよくね、未来に何があるってなると、それは何が起こるんだろうという現象だけをすごく追い求めますよね。どんないいことがあるんだろうとか、どんな怖いことがあるんだろうとか。だけれども運勢っていうのは、それぞれが今までどのように自分を捉えて、この運を捉えて生きてきたかっていう、その過去の現象に応じて未来の現象っていうのも変わってくる。自分が作り出す現実っていうのも変わってくるので、ちょっと振り返っていただきたいんですけど、例えば2023年の10月に去年の10月にも実は金環日食あったんですね。ここで初めて天秤座で起こる日食がありました。で、この時に皆さんは何を考えていたでしょうか。どんなことを願っていたでしょうか。多分ですけど、その時も私は日食ですよって一生懸命言っていたような気がするんですね。で、それぞれが願うことやテーマっていうのは違うと思うんですけども、その去年の10月に願ったことっていうものがどうなったかなっていうのが、また今年の4月の日食でも何か大きく進歩したんじゃないかなと思うんです。で、この日食から日食までの間っていうのはすごくいろんな気づきがあるんですね。表面的なことではないです。内側で。内側が変化すればするほど外側の世界というのは簡単に変わったりするので、そういう意味で今年の4月9日にも皆既日食がありました。これはお羊座で起こる皆既日食だったんですね。ですから中には去年の10月に願ったこと、意図したこと、頑張ろうと思ったことが今年の4月にきっかけがあったよとか、現実に起きましたよとか、もしくは4月に新しく始めますみたいな、とにかく新しく始めるっていうエネルギーがすごく強かったので、そこで何か行動を起こしたよっていう方は、この4月5月6月のこの流れのウェーブに乗っていろんなことを体験できたんじゃないかなと思うんですね。で、もし何にもなかったですっていう方も全然心配しないでいいんですよ。外側の世界何もなくても、内側で自分がどのようなことに気づいたかっていうのがとっても大事なので、例えばすごくいい映画を見てものすごい感化されましたみたいな、そういうのもすごく大きな気づきですし、たまたまその時出会ったその人の言葉に感銘を受けましたとか、はっと気がつきましたということもあったりするので、何かね、去年の10月そして今年の4月っていうものを踏まえた上で、じゃあ今年の10月は何だろうっていう、今ここですよね。そこをちょっとね見ていきたいと思います。で、先にちょっと共通のね星のお話をさせていただきたいんですけども、もう8月も中旬ですが、8月のテーマっていうのは自分の個性とかね、喜びをもう一度再確認しましょうねっていうことで、私って何だろうと、私が求めてるのは何だろうみたいに思う方も多いんじゃないかと思うんですね。そして9月に入るとちょっと星の動きがですね、天体が結構逆行する天体が多かったりとか、また9月18日には月食もありますので、結構9月からね風向き変わるなみたいな感じがあります。ですので、もし今何かもがいてるとか、頑張ってるのに進んでないっていう風に感じる方がいらっしゃったら、9月に入ったら風向き変わるので、急にふっと楽になったりとか、何かまた気づきがあったりっていうのが起こりやすいかなと思います。
ただ結構この今年の4月そして今年の10月にかけてのこの日食のテーマっていうのは結構ね人間関係に影響している人が多いだろうなっていうふうに思うので、人を通して私たちって気づきが多いのでね、そういう意味で関係性の流れが変わってくるっていうのもあるかもしれません。でその時に注意していただきたいのは、自分が役割を演じすぎないっていうことかなっていうふうに思います。何かこだわっているとかこれを続けなければいけないみたいな、そういったものがいいんだと思い込んで続けると9月って風向きが変わるよっていう時なので、もっと自由な感覚でいる方が自然といい風に流れていくだろうなというふうに思います。でも基本的にはね、人間関係の温かさを感じたりとか、自分が人に対して感じていた恐怖っていうものが取り除かれていくっていうような流れだと思います。流れはねゆっくりかもしれないんですけれど、その分穏やかになるみたいな感じかもしれないですね。そしてその次10月っていうのが本来の形に修正されていくような、覚悟が関係性を修復していくっていうふうに私は書いたんですけれども、価値観とか関係性の見直しのチャンスということで、それもね別にその目の前の今のこの関係性がっていうだけではなく、自分が物事に対してどのような視点を持っているかっていうことも含めです。それが去年の10月、そして今年の4月、そして今の現実があり、この現実1年やった現実を踏まえて10月っていうのはもう一回り大きくなるか、もっと自分にフィットした現実を作っていくっていう風になっていくか、それにはどんな関わりがあるのかっていうすごくね個人的成長が促されています10月ね。それを踏まえた上でカードを見てみたいと思います。よろしくお願いします。はい、ではここから双子座さんの10月までのチャレンジを見てみたいと思います。お願いします。何を促されているかですね。はい、じゃあ一緒に見てみましょう。お願いします。ペンタクルスエースの逆、カップ10逆、ソードキング逆、ペンタクルスのキング、そしてワールド、ペンタクルスのナイト逆、そしてソード9、気をつけることや対策がワンドの8の逆とワンドの2、そしてオラクルは 4O ですね。逆ですが強いです。強いメッセージですね。まず今回のこの10月までの流れというのは単に流れを見ているのではなく、10月までに何を促されているか、自分たちが何に気づくべきなのかっていう成長の方にちょっとシフトをしていますので、いつもと少し違うんですが、一番言われているのはどれだけ柔らかい思考で自分の人生や物事を受け取れるか、捉えることができるか、そして永続的なものではなく今この瞬間の自分の真実に気づけるかっていうのが一番のメッセージみたいです。はい、それを私はこの鳳凰から感じました。鳳凰の逆ですけどもね、すごく何かこれで大丈夫なんだとか、こうしていれば安泰なんだっていう意識ではない可能性の方にシフトしていってるよっていうことを言われてるんですね。星で見ても今年のね後半からっていうのは新しい人生が始まるよっていう、そういった大きな12年の流れの始まりじゃないですか。なのでおそらく去年の10月に感じたことのために、もしかしたら今年の4月に手放したものがあるかもしれないし、新しい方向に動き出したっていう方もいらっしゃるかもしれないですよね。そしてじゃあ10月は何だろうかって言ったら、その可能性っていうものをどこまでね膨らませて企画立てて楽しくビジョンを描くことができるかっていうのがすごく大事みたいなんですね。なのでカードで見ても今のところ期待はあるっていう感じがありますね。でしかもこれは結構一瞬にしてとかではなく、ゆっくりと時間をかけてこの方向に行ってみようかなみたいな、そんな感じでご自身のここから作っていきたいものっていうものにちゃんとタッチしてるなって感じがします。でそれがまだまだねすごい満足っていう状態には程遠いとしても、程遠かったとしてもちゃんとその方向性に行ってるっていうことで、このカードから来てるメッセージっていうのは「いいよいいよ」みたいな「いいですよ」って感じで言われてるんですよね。ご自身ではものすごくなんかこんな状況がいいわけじゃないんだみたいな、そういう
自己ジャッジだったりとか、もっともっとこの状況はこうしたいみたいな批判的な意識もあるかもしれませんが、だけどその全部が満たされた状態っていうわけではなく、もちろんうまくいかないことや批判や苛立ちもある、焦りもあるけど、でもなんかちょっと客観的に見たらすごくいい方向に流れてますよねっていう感じ。そしてそこから本腰を入れてね、ここからやっていくわけです。ここからでその覚悟もできてますっていう感じもしますし、その覚悟っていうのは経験があるからとか、どれだけの蓄えがあるからとか、そういう保証があるからではないんですね。どれだけ自分がその自分の進んでいきたい方向に情熱があるかとか、どれだけ自分がその頑張ろうとしてる自分が大好きかとか、誇りを持てるかっていうことの方が大事っていうふうに言われています。なので今までやってきたここまでの流れ、これまでの10年とかね、そこまでの流れの中で十分もう蓄えられてるわけだから、現実的なお金とか資格とかそういうのではなかったとしても、十分その今の自分で作れる世界があるよというふうに言われていて、実際にここでもうワールドっていうのが出てるので、何か安心する場所だったりとか、これだって思うことだったりとか、何かもうベースが固まりますみたいな感じがありますね。この10月までの間に一つのベースができる、土台ができるって感じがします。でその土台の上にゆっくりとまたね、ゆっくりゆっくり作っていこう、積み上げていこうみたいな流れですね。でもちろん当たり前ですけど、人間ですから誰だって落ち込むことはあるし、ちょっと調子悪いなと思うこともあったり、悩むこともあるかもしれませんが、でもその度にこれって本当のことみたいな、これって私が勝手に作り出している不安材料なのか現実なのかっていうのを見極めてもらったら、これは単に自分が不安を作り出してただけだなって分かるかもしれない。そして今一番言われているのは本当にこれなんですね。どれだけその固い保証があるかっていうのは関係ありませんみたいな感じで言われていて、どれだけ自分が自由な思考で縛られずに、法律や概念や常識に縛られずに自分の喜びを形にしていくことができるか、また自分の可能性を信じてここから先の人生を作っていくことができるか、それは全て自分の概念によるんだよみたいな感じで言われているので、それを違う方向から新しい捉え方や考え方っていうものがもしかしたら入ってくるかもしれませんね。でその上でもしかしたら一瞬ちょっと戸惑うっていうのかな、今までこれがいいと思ってたけどそっちかいってなった時にみたいな、これどうするのみたいな、そういう戸惑いがあったり、何か一つを手にするためには何か一つを手放さなきゃいけないんじゃないかとか、選ばなきゃいけないんじゃないかみたいなものがあったりするかもしれません。ただ本当になくしてるわけではないので、一時的に優先順位が変わるだけかもしれませんし、何よりもやはりこのね、特にね8月23日から9月っていうのは非常に自分の要するにベースができる時なんですね。土台ができる時なので、あからさまなやったー達成みたいなのもあるかもしれないし、これで安心だみたいなそういうものあるかもしれないし、これでいいんだっていう何か安心感みたいなものがあるような気がするんですけど、でその土台があるがゆえにチャレンジしていけるってなるんですね、何かを。でそのチャレンジしていく内容だったりとか方法っていうものがすごく湧いてくる感じがするんです。自分が安心してるからこそ、これもいいかも、あれもいいかも、いやこんな話が来たぞみたいな、どんどん新しい可能性っていうものが出てきて、ちょっと加速していきそうなんですよね、ここから。なのでその加速していくことに対してついていけないとか、いやそれだったらこれもしなきゃいけないしあれもしなきゃいけないしっていきなりって忙しくなる感じもするので、そこにあんまり翻弄されないでくださいね。もうその話が来てるっていうだけでもう私ってちゃんといけてるわっていうふうに思ってほしいですし、その通りそのまんまやらなくてもいいですし、ご自身の本当の願い、本当の望みに対して好きなように動いてねって、やり方や方法や概念っていうのは、固定概念っていうのは関係なく外していっていいんですよっていうのがテーマみたいです。これテーマとして出てきてるっていうことは、テーマって意外と難しいことなんですね。はいはいそうなんですね、はいはいってひょいひょいってできるものではないので、おそらくそこに葛藤はあるだろうと思いますが、でもそれを意識することによって、そういえばここで私は自由な思考になるんだったわみたいな感じで思い出したりとか意識することによってその道が開かれていくっていうのがあるので、
なんとなくねこう今本当に新しく始まったところみたいなその可能性たっぷりの中で本当に作り上げていくんだっていうビジョンが広がっていく、企画がどんどん広がっていくみたいな、そういった時に一番大事なのはもう本当に緩やかな思考しなやかマインドセットらしいです。はい、ということでこんな感じですね。最後にもう一枚だけ、引かせてもらおうかな。またねいつもの前半後半の動画もアップしますので、そちらも参考にしてください。これはあくまでも10月までに気をつけることね。やっぱりビジョンが見えますね。未来に対してのビジョンがすごく見える。なので明るいです。道は明るいみたいな感じ。もう世界も出てますしね、自分の基礎ができる、基盤ができるって感じがするので、一時的にその情報過多にならないようにだけ気をつけていただければ、とても明るい未来がありますね。はい、ということでここまでにしておきます。もし何かしら分かりましたという方はぜひいいねボタンやチャンネル登録、コメントで教えていただけると嬉しいです。ではまた次回ね、通常の動画でお会いしましょう。今回も最後までご視聴ありがとうございました。失礼します。